さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もうふわっふわでクリーミーなロールケーキ、こちらご紹介します。最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。卵ですね。これ5個と、牛乳、薄力粉、上白糖。これで生地を作っていきます。で、これ次がですね、ホワイトチョコレートと水飴と、生クリームですね。これでロール専用のクリームを作っていきたいと思います。はい、じゃあまずクリームを作っていきます。今日ですね、このホワイトチョコレートに、まず水飴を入れて、あと生クリームをですね、半量入れていきたいと思います。まず水飴ですね。でもし水飴がなかったら、蜂蜜とかでも大丈夫です。要はこれでクリームにちょっととろっとした感じとしっとりさを与えるので、これはちょっとね、手間なんですけど、必ず入れてください。で、あと生クリームですね。これ、半分入れます。でも大体で大丈夫なので、半分目安に入れちゃいたいと思います。はい。で、これを、レンジにかけるんですけど、今回ホワイトチョコでやってるのは、実はこれ生クリーム、もう安い生クリームも何でも大丈夫なんです。で、ホワイトチョコを入れることによって、これホワイトチョコって粉乳とかミルク分が入ってるんですね。そうするとすごい濃厚なクリームができるんで、今回ホワイトチョコをチョイスしてます。じゃあこれちょっとレンジで溶かしていきたいと思います。はい、今これちょっとレンジでかけたやつですね。かなり熱くなってきてるので、ちょっと混ぜていきます。ホワイトチョコレートは粉乳が多いので、ずっとチンしてると焦げちゃうので、ある程度熱くなってきたら、ある程度ってね、大体触ってられなくなるぐらい今熱いです。そしたらもう溶けるので、これで混ぜていきます。はい、これ今、完全に溶けました。そしたら、これまだ全然熱いんですけど、ここに、残しといた半分の生クリーム入れます。で、またよく混ぜてあげて、これでクリームは完成なんですけど、これちょっとまだあったかいので、冷蔵庫で完全に冷えるまで、ちょっと休ませます。ラップして冷蔵庫で保管してください。はい、じゃあ休ませてたクリームですね。これ泡立てていきたいと思います。なるべく中速ぐらいで泡立てた方がきめが細かくできるのでやっていきます。これ今まだ1分ぐらいなんですけど、もうちょっと泡立ってきてます。で、あとはちょっと手で立てて硬さを調整しながら生地に巻いていきたいと思います。ちょっと今ラインが残るぐらい、これもうちょっと立てるんですけど、機械でやっちゃうと一気に立っちゃうんで、あとはちょっと手で調整していきたいと思います。はい、じゃあ粉ですね。これをふるっていきたいと思います。こちらですね。で、粉は必ずふるってください。ゴミとか入ってたりとか、ダマがあったら美味しくないので、必ずふるってください。こんな感じで残っちゃうんで、こうやって押しちゃって大丈夫なので。はい。こんな感じで準備してください。はい、この後、卵ですね。卵白と卵黄にちょっと分けていきたいと思います。で、これ卵黄と卵白に分ける理由は、よく全卵で泡立てちゃうと、なんでしょう、スポンジケーキとか良くなると思うんですけど、卵黄と卵白に分けることによって、卵白だけをしっかり泡立てることができるんで、よりすごい焼いた時にね、もっちもちの生地ができます。しっとりもしてるんだけど、もちもちした感じ。だから本当はシロップとか打ったりする場合は、別立てにすることなく、全卵、これ2つ合わさった状態で立てるのがおすすめです。今日はクリーム結構濃厚で、生地をもちもちにしたいので、別々でこうやって分けて泡立てていきます。はい、今卵黄と卵白分けたんですけど、あと砂糖ですね。これ今日この卵白に対してこの分量の砂糖を入れていくんですけど、このスポンジの生地の中に必要な砂糖量ってこの両方合わせた分なんですね。これで生地の甘さを決めてます。でも卵白にこの砂糖全部入れちゃうと卵白がベストな状態に立たないので、卵白が一番綺麗にふかふかに泡立つ量の砂糖をこっちに入れて、残り入れる必要ないやつは卵黄と合わせて使っていきたいと思います。じゃあちょっとメレンゲ、これ全部の砂糖を入れて泡立てていきます。これ今ずっと最高の5番、これ5段階なんですけど、5番で泡立ててきたんですけど、ちょっと気泡が荒いので、4とか3に落としてもうちょっとだけ泡立てていきます。
はい、このぐらい、動かないぐらいしっかりと泡立ってます。多分これ以上回しててももう全然変わらないので、それぐらいしっかり泡立てます。はい、じゃあ材料全部合わせていきたいと思います。牛乳だけちょっと温める必要があるんで、容器に入れて、これちょっとレンジで温めます。はい、じゃあやっていきます。これ卵黄に残った砂糖ですね。これ加えます。でこれしっかりよく混ぜておけば大丈夫です。そしたらこの卵黄をこっちと合わせるんですけど、少しだけメレンゲ入れて泡立て器で溶いてあげる。なじませた感じです。でこれをこっちに入れます。いつもと一緒でこっち下からボウルを手前に回して合わせていきます。でこうやって混ぜすぎてるとかないので、しっかり混ぜてもらって大丈夫です。はい、これある程度混ざったらふるっといた粉ですね。これを一気に加えていきます。で全然焦ることなく、これ見てもらったら全然粉沈んでいかないので、ここからしっかりこうやって混ぜていきます。これ今粉っぽさがなくなった状態、もう全然しっかり混ぜて大丈夫なんで、しっかり混ぜてください。そしたらさっきこれ牛乳ですね、温めたやつにこれこのまま入れちゃうと全部牛乳これ液体なんで沈んでっちゃいますよね。なので一部こっちに入れてあげます。でしっかりここで混ぜてあげる。そうすることによってこっちに戻した時に全体がすごい混ざりやすいのでやります。で今回バターじゃない理由は 100% 牛乳なんですけど、バターを入れちゃうと冷蔵庫に入れた時にバターって固まりますよね。なのでスポンジケーキ柔らかい方が今回美味しいんで、バターが入っちゃうと邪魔なんで硬くなる要素はいらないんで全部牛乳でやってます。はい、じゃあちょっと混ぜていきます。全然下にね液体が沈むことなく混ざってくれるんで、この同じような動作をずっと続けてください。はい、これ混ざり終わりですね。ツヤっとしててややこう流れるような感じで、もっとこれ混ぜちゃっても全然失敗しないんで、混ぜちゃったらどうなるかっていうと、目が詰まってちょっとだけふわふわ感がなくなるんですけど、今回薄くシートに焼くんで全然問題ないです。もっと混ぜてもこうやって混ぜても大丈夫。はい、今日こういう四角の板で焼いていきます。一応紙何でもいいんですけど紙引いてます。クッキングシートで大丈夫です。ここにちょっと一気に流していきます。はい、今これ流したこんな状態です。でこのまま流すと丸く焼けちゃうんで、これヘラとかもあるんですけど、それよりもねやっぱいいのはこれです。これ100円ショップでも売ってるんですけど、こういうカードが売ってます。これで伸ばしていきます。使い方はこうやって角に入れて、こっちもこう角にまず入れるんです。で手前もこうやって角に最初入れてあげて、そうすると大体こう4辺に行くんですね。あと表面平らにすればいいんですけど、どっちスタートでもよくて、こうやっていってこうやってやるよりも、こっち行ったらまたこっち行って鉄板を回して、この右手は一方通行がいいです。でやっていくと勝手に平らになります。で最後軽くトントンして、これは気泡を抜きたいとかじゃなくて、より平らにしたいんで、生地がちゃんといろんなところの下にくっついてるようにトントンしてるだけです。これで焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。はい、これで粗熱取れるまでちょっと置いておきます。はい、これ粗熱取れたやつですね。これちょっとこうやって簡単に外れるんで、
紙を外していきます。でただ紙を重ねてひっくり返して、この紙を取りたいのでひっくり返します。はい、これ牛乳で作ってるんですごいしっとりな感じですね。上白糖の意味もここでちゃんと出てます。で今日はこの反対側にクリームを塗るんで、もう一回ちょっとひっくり返します。結構ね、しっかり固めがいいと思います。柔らかいと絞って巻いてる間に出てっちゃうので、これぐらいかな。動かしても落ちないぐらい。で、これを塗っていきたいと思います。で、こういうヘラで乗せる人は全然乗せてもらっていいんですけど、こういうさっきスポンジ伸ばすのに使ったやつで伸ばすと楽なんで、これがいいなと思います。で、例えばこっちからこっちにこう巻いていく場合は、このね、根元の部分を太くするって皆さん結構やってるんですけど、このロールの芯の部分をどれだけクリームを置くかって、ここにクリームをどれぐらい置くかで決まるんですよ。で今日は結構スポンジがふわふわなんで、スポンジを食べさせたいので、なるべくあんまりクリームを置きたくなくて、少しだけ残ったクリームがあるんで、ちょっと乗せていきます。これしっかり立ってる硬い状態のクリームを手前のところに、ちょうど真ん中に来る部分ですね。でもしフルーツとか、何かここにイチゴとか入れたい場合は、この真ん中にこういっぱい乗せて巻いていってください。はい、これちょっと巻いていきますね。これ紙使って、スポンジをこう触ると、スポンジ傷んじゃうので、紙を使って、手前持ち上げて、まずこの何センチか分だけこうちょっとね、折ってあげるんですよ。これね、適当でいいです。こんな状態で、このままロールを持ち上げて、わかります？今こんな、それをこのまま紙をどんどん巻いていってあげる。勝手に巻かれていくんですけど、まだこれだとちょっと手前に移動しますね。これだとなんだろう、ロールがね、やんわりこう丸まってるだけなので、ちょっとひっくり返して、これだとちょっとね、まだこのロールの締まりが悪くて、ここにこういうね、長い棒定規とかを当てて、右手は押すんですよ。左手は下の紙をね、押さえてるの。これ上の紙ね。ここに入れるでしょ。で、この右手は押して、下の手は別に何もしてないです。そうするとこう、ブーって、こう、大げさに言うとこう、締まってるの分かります？ロールが。紙が引っ張られて。そうすると、綺麗に生地がこうグッとくっついて、ロールをちゃんと維持します。なんか、ダラーンってだれたりとかしない、締まった生地がちゃんとできます。ロールができます。押してあげる。で、これ抜いて、このままくるくるしてあげると、ここが下の閉じた部分。閉じた部分を下にして、今この閉じた部分はここにあります。巻き終わりね。で、これ折ってあげて、ロールの巻きは終わりです。この状態で冷やし固めると、もうピシッとしたクリームたっぷり包まったロールになってるんで、この状態で冷やしてあげます。はい、これロール冷やしといたやつですね。結構一体化してね、これちょっと外していきます。でこの下が、この下ですね、つなぎ目になってるはずです。じゃあ切っていきたいと思います。切るときは包丁を温めた方がいいので、湯煎で温めて切ってください。さあ、最後までありがとうございます。ちょっと食べてみたいと思います。もうめちゃくちゃもちもちですよ、これ。
どうやって作ったんですかね。ちょっと動画見てください。もうふわふわで超クリーミーです、クリームが。ちょっとポイントのおさらいですね。スポンジの生地なんですけど、もう粉を入れたらもうしっかり混ぜてください。よく混ぜないレシピあるんですけど、もうしっかり混ぜることによってこのもっちりとしたふわっとした生地ができます。もうそこを恐れず失敗しないように必ずやってください。あとクリームなんですけど、出来上がったらしっかり冷やしてください。でその後結構しっかり泡立ててもボソボソにならないクリームなんですよ。チョコレートがいっぱい入ってるんで。なのでしっかり固めに立てて巻けるようなレシピになってるんで、そこポイントなんでぜひ押さえてやってください。最後まで見てくれてありがとうございます。コメントとチャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるの楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。